これは戦争の写真である。だが写っているのは戦車でも戦闘機でもない。ジャングルで自転車を担ぐ日本兵の姿だ。AI で80年前の色を蘇らせてみる。今から80年前、日本軍は自転車に乗って戦っていた。そしてその自転車で大英帝国を打ち破ったのである。舞台は東南アジアのマレー半島。イギリスが100年をかけて築いた植民地だった。その先には難攻不落と呼ばれた要塞シンガポールがあった。それを攻め落としたのは戦車の大軍ではない。何千台もの自転車に乗った日本兵だった。ではなぜ自転車だったのか。話は日本の自転車産業から始まる。もともと日本の自転車作りは輸入品の修理から始まった。その自転車を日本に伝えたのは皮肉にも後に敵となるイギリスだった。やがて日本は安くて丈夫な自転車を自分で作り始めた。そしてアジアで一番の輸出国にまでなる。その輸出先の一つが英領マレーだった。日本製の自転車はすでにこの地に溢れていたのだ。ここから先、いくつもの謎が登場する。パンクしても走り続けた不思議な車輪。橋が落ちても自転車を担いで川を渡る兵。そして敵将にイエスかノーかと迫った一人の将軍。この動画を最後まで見れば、教科書には載らないもう一つの戦争の姿が見えてくる。戦車でも飛行機でもなく、自転車に乗った兵たちが歴史を変えた物語である。道端で小休止する銀鱗部隊の兵たち。手前には自転車が何台も倒れている。では、なぜ日本軍は自転車を選んだのか。自転車には戦車にない強みがあった。まず、燃料がいらない。ガソリンの補給を待たずにどこまでも進める。次に、静かである。エンジン音がしないので、夜の闇に紛れて近づけた。そして軽い。ジャングルの細道でも肩に担いで運べる。馬のように餌や世話もいらなかった。さらに、日本軍にはもう一つの切り札があった。戦前からマレーには日本製の自転車が溢れていた。日本陸軍は一部を船で持ち込みつつ、足りない分は現地で次々と徴発していった。壊れても日本製ゆえに部品はすぐ手に入る。こうして一個師団に数千台もの自転車が行き渡った。その車輪がマレーの大地を駆け始める。撃破された一機の爆撃機。オーストラリア軍のロッキード・ハドソンだ。その脇を軍機を持った日本兵が走り抜けていく。昭和16年12月8日、日本軍のマレー作戦が始まった。それは真珠湾攻撃よりも1時間以上早かった。太平洋戦争最初の銃声はこのマレーで鳴ったのである。その日の午前1時35分、日本軍は半島の北東コタバルに上陸した。待っていたのはイギリス軍の激しい銃火だった。波打ち際で多くの兵が倒れた。それでも日本軍は上陸を成功させる。この大作戦を率いたのは一人の中将だった。名は山下智之。率いるのは第215軍、およそ6万の兵。目指すは1100キロ先の要塞、シンガポール。その先方を自転車部隊が担うことになる。うっそうと茂るマレーのジャングル。その奥を日本兵が仮設橋を渡って進む。マレー半島は道の少ない密林地帯だった。イギリス軍は日本軍がこの密林を抜けられないと考えていた。だが、それは大きな誤算だった。日本兵は自転車を押して細い小道を進んだ。川にぶつかれば橋を自分たちで架けた。当時、軍隊が密林を1日20キロ進めば上等とされた。銀鱗部隊はその何倍もの速さで南へ下った。イギリス軍が守りを固める前に次の町へ着いてしまう。追いつかれる前に進む。その速さこそ銀鱗部隊最大の武器だった。そして川を渡る方法にもさらなる工夫があった。爆破され崩れ落ちた一本の橋。その橋を自転車を担いだ日本兵の列が越えていく。退却するイギリス軍は
橋という橋を爆破していった。川を渡らせず、日本軍の進撃を止めるためだ。普通の軍隊ならここで足が止まる。戦車もトラックも壊れた橋は渡れない。だが、自転車は違った。兵は自転車を肩に担ぎ川へ降りていった。浅瀬を歩き、倒木を渡り、対岸へよじ登る。橋がなくても銀鱗部隊は止まらなかった。イギリス軍が振り返ると、もう日本兵が背後にいた。こうして英軍の防御線は次々と無力化されていく。破壊された市街地を進め、銀鱗部隊。漢字の看板が並ぶマレーの町である。進撃が続くとタイヤはすり減りパンクした。だが兵たちは修理すらしなかった。ゴムを外し、金属のリムだけで走り続けたのだ。舗装路をむき出しの車輪が叩く。ガラガラという甲高い金属音が夜の闇に響いた。その音を聞いたイギリス軍はこう勘違いしたという。戦車の大軍が迫っていると。自転車の音に怯えて退いた部隊さえあったと伝わる。この逸話には諸説あるが、日本軍は音さえも武器に変えていた。銀色に光る車輪の部隊。銀鱗部隊という名はこうして生まれたとも言われ。鉄道の線路を越えて攻撃する日本兵。マレー半島を南北に貫く艦船である。開戦から間もなく日本軍はジットラの防御線にぶつかった。イギリス軍が3ヶ月は守れると豪語した陣地である。だが銀鱗部隊はジャングルから回り込んだ。正面では戦わず側面と背後をついたのだ。3ヶ月持つはずの防御線はわずか1日で崩れた。イギリス軍は大量の武器と食料を置いて逃げた。日本軍はその物資を拾って使った。兵たちはそれを敵の首相の名からチャーチル給与と呼んで笑ったという。敵の補給で敵を追う。その進撃はさらに加速していった。ゴム農園の道で下方を引いて進む日本兵。シンガポールを目指す進撃の途上である。昭和17年1月7日、スリム川。ここで日本軍は戦死にも稀な作戦に出る。島田豊作少佐が率いるわずか15両の戦車隊。それが随伴する歩兵や工兵とともに夜の闇をついて突進した。真っ暗な一本道を戦車が一気に駆け抜ける。英印軍は対戦車の備えをほとんど持っていなかった。島田隊は敵の陣地を次々と踏み破った。その進撃はたった1日でおよそ25キロに及んだ。さらにスリムの町まで進み、敵1個師団の退路を断つ。インド第11師団は壊滅した。この一戦だけで英印軍は約3000の損害を出したという。これで半島の半分以上が日本軍の手に落ちた。敗走する敵を銀鱗部隊がさらに追いかける。英軍が爆破したペラ川の橋。そのほとりで日本兵がフェリーで川を渡っている。大きな川はさすがの銀鱗部隊も担いでは渡れない。イギリス軍は主要な橋をすべて落としていった。日本軍を大河で食い止めるためである。だが日本軍の工兵がすぐに動いた。小舟を集めイカダを組み、兵を対岸へ送る。時には敵の重火の下で渡河を強行した。壊された橋は突貫工事で架け直していく。マレー作戦を通じて修復した橋は250カ所以上。川さえも日本軍の進撃を止められなかった。そしてその先に大きな都市が見えてくる。クアラルンプールを進軍する日本軍。残る敵を掃討しながら市街を進んでいる。昭和17年1月11日、日本軍はクアラルンプールに入城した。イギリス軍は戦わずしてこの町を捨てていた。あまりに早い進撃に守りを固める時間がなかったのだ。倉庫には大量の物資が残されていた。食料、燃料、弾薬、そして新しい自転車まで。銀鱗部隊はここでも装備を補充した。開戦から1月余りで日本軍は半島の4分の3を制圧していた。
残るは最後の関門、海峡の先のシンガポールだけ。ヤシ並木の道を進む自転車部隊の長い渋滞。向かう先は半島南端のジョホールバルである。昭和17年1月末、日本軍はジョホールバルに迫った。目の前の海峡を渡れば、そこは要塞シンガポール。上陸からここまで1100キロ。日本軍はそれをわずか55日で駆け抜けた。その間、大小95回もの戦闘を重ねている。銀鱗部隊が使った自転車は6000台に上ったとも言われる。炎天下、兵たちは汗だくでペダルを踏み続けた。パンクと飢えに耐え、ひたすら南を目指したのだ。イギリスが100年かけて築いた植民地が音を立てて崩れていく。土のうの上で自転車を担ぐ兵を現地の住民が手伝っている。白い衣をまとい、ターバンを巻いた人々の姿もある。ジョホールバルには多くの住民が暮らしていた。長くイギリスの植民地支配の下にあった人々である。進撃する日本軍に協力する者も少なくなかった。道を案内し、物資を運び、川の渡しを教えた。アジアの人々にとってその光景は衝撃だった。難攻不落と信じられた白人の帝国。それが自転車の部隊に敗れていく。その崩壊を人々は目の当たりにした。そして戦いはいよいよ最後の部隊へ向かう。97式中戦車チア、日本陸軍の主力戦車である。昭和17年2月8日の夜、日本軍は動いた。ジョホール海峡を渡り、シンガポール島へ上陸する。先頭に立ったのは第5師団と第18師団。自転車で駆け抜けた兵に続いて戦車も海を渡った。島にはイギリス軍8万を超える兵が立てこもっていた。兵力だけ見れば守る側の方が多かった。だがその士気はすでに崩れていた。生を追われ続けた恐怖が残っていたのだ。日本軍は島の中央にある貯水池を真っ先に狙った。水を断たれた要塞の運命は決まりつつあった。橋の上から炎上する市街を見つめる日本兵。対岸の町は黒い煙を上げて燃えている。シンガポールの市街は連日の砲撃と空襲にさらされた。島には100万を超す市民と兵が閉じ込められていた。水も食料も弾薬も底をつき始める。イギリス軍のパーシバル中将は追い詰められていた。だが実は日本軍にも限界が迫っていた。攻める側の弾薬もほとんど尽きかけていたのだ。もし長期戦になれば苦しくなが苦しくなる。そこで山下は一気に決着をつけようとした。降伏を迫る山下と迫られるパーシバル。シンガポール陥落のその瞬間を捉えた一枚である。昭和17年2月15日、ついに降伏の会見が開かれた。この時、日本軍の弾薬が尽きかけている事実は悟られてはならなかった。だから山下は一気に話を決めようとした。有名なのがイエスかノーかという一言である。山下がパーシバルに降伏を強く迫った言葉として伝わっている。だが実はこれは少し事実と違うらしい。山下はもたつく通訳に苛立っていた。将軍にはイエスかノーかそれだけ聞けと通訳に言ったのだ。その一言だけが切り取られ、脅し文句として広まった。本当の山下は敗れた相手を武人として丁重に扱おうとしていた。だが勝敗の結果は動かない。その日のうちにパーシバルは降伏した。捕虜となった兵は実に13万人。近代の戦死でも最大級の降伏だった。難攻不落のシンガポールは70日で陥落した。自転車に乗った日本兵が大英帝国を打ち破った瞬間だった。山下は後にマレーの虎と呼ばれることになる。戦車でもなく飛行機でもない何千台もの自転車が大英帝国を打ち破った。昭和16年12月8日に始まったマレー作戦。
日本軍は1100キロをわずか55日で駆け抜けた。その間、95回もの戦闘を重ね、250を超える橋を架け直しながら進んだ。橋が落ちれば自転車を担いで川を渡り、タイヤがパンクすればリムのまま走り続けた。その車輪の音は戦車と聞き間違えられ、英軍の防御線は次々と背後から崩されていった。そして昭和17年2月15日、難攻不落と呼ばれた要塞シンガポールは陥落した。捕虜となった兵は13万人。それは自転車が歴史を変えた瞬間だった。この勝利の裏には戦前の日本が築いた自転車産業があった。安くて丈夫な日本製の自転車。それが戦場で兵たちの足となったのだ。戦いが終わった後もその質の良さから多くの自転車が現地で使われ続けたとも言われている。降伏の調印が行われた旧フォード工場は今もシンガポールに記念館として残っている。そこを訪れれば80年前のあの日に触れることができる。戦争の記憶は確かにそこにある。カラーで蘇った写真の中で彼らは確かにそこにいた。汗を拭い、自転車を担ぎ、南の大地を駆けた若者たちが、私たち日本人はそのことを忘れてはいけない。最後までご視聴ありがとうございました。この銀鱗部隊の快進撃をどう感じましたか？ぜひコメントで聞かせてください。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。